はいこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はセブンヘルツのニューモデルオーロラです。このチャンネルで扱うカナル型モデルとしては過去最高額の単価になると思う。おお、かなりお高めモデルなんですね。愛には関係ない世界のモデルかも。まあそう言わずにレビュー手伝ってよ。はい、それはもちろんです。ミミーちゃんはオーロラ見たことある？ないよ。オーロラって地球の磁場によって太陽風からの可電粒子が捉えられ、大気と衝突することで発生する自然現象なのよね。オーロラの色は衝突する粒子の種類と高度によって決まるんだよ。例えば酸素が赤色になるとかね。へえ、妖精って結構何でも知ってるのね。専門は食べることだけじゃないんだ。当たり前じゃん。私をなんだと思ってるのよ。食の妖精じゃなかったっけ？耳の妖精だよ、耳。まあ冗談はさておき、セブンヘルツオーロラはドライブリッドモデルのようですけど、自然現象のオーロラのようにいろんな色、いや、いろんな音を提供してくれるんですかね。愛ちゃん、うまくまとめてくれたね。じゃあ早速見ていこう。はい、じゃあまず価格ね。だいたい65,000円ぐらいのようね。ああ、ちょっと手が出ないな。でも主張はしたいわね。すごいのかしらね。それは自分の耳で確かめるしかないんじゃない？聞いて惚れ込んじゃったら買いたくなるかもね。逆にそれも怖いわね。パッケージ内容は上の通りね。案外シンプルなのね。イヤーチップは2種類。イヤーチップケースの外にあるワンペアは開封時本体に装着されてたものね。脱着可能なジャックは 3.5mm と 4.4mm の2種類。あと収納ケース。ケーブルは金メッキ単結晶導ケーブル。今回の視聴はリケーブルせずこれを使おう。そうだね。外観は医療プレートの UV 樹脂を使用したシェル。フェイスプレートはチタンフィラメントで構成されています。模様は一点物なんですね。フェイスプレートの色味なんですけど、販売ページにあるような明るい感じではなく、上の写真のような感じです。光の当て方で印象が大きく変わるね。サイズはちょっと厚みは感じますが、それ以外は一般的なサイズ感ですかね。重さは片側 6.3g で特に重い感じはしません。オーロラはドライブリッド構成になるんだけど、その理由がこれね。各ドライバーの能力を最大限に引き出すソフトなクロスオーバーでそれぞれの周波数帯域に最適化したってことだわ。ダブルコイルシステムを採用した 12mm カスタムコンポジットダイヤフラムドライバーは低域専用にチューニングされてるんだね。これが聞き心地にどう影響するかな。超高域は 6mm のプレーナードライバーが担当なんですね。40kHz を超える高音域ってそんなに出ても聞こえませんけどね。そしてその間の帯域を担当するのが2機のカスタムフルレンジ BA ドライバーなのね。ってことは BA が担当する帯域はかなり広いってことなんだね。そうだね。フルレンジ BA ってことだからレオトが楽しみだわ。ではここからは波形を見ながら進めましょう。バンドルイヤーチップ2種の違いはこれです。軸の赤いバンドル1の方が6から 10kg あたりのメリハリがありますね。マイイヤーチップを重ねるとこうなります。こうして見るとバンドル1に特徴があるので音質調整に使えますね。質感もなかなかいいです。同3歳の長期レビューをしているので今回も音収録と視聴には同3歳を使用します。バンドル2のカーブに似ていることもありバランスタイプを使用しました。参考までにバイトボアタイプとの比較も載せておきます。画面の切り替えが早いので必要であれば一時停止してご確認ください。それとセドナイヤーフィットの2種類ね。前回の KZ、ZS10 Pro 2の時にはあまり特性に差が見られなかったけど今回は 5kg 以降で結構差が出てるね。オリジンはライトに比べ内径 3.6mm と細いのでステムへのフィット感はいいんだけどオーロラのようなステム先端が 6mm を超えるタイプには装着はできるけど負荷がかかるから要注意ね。今回のサウンドチェックは何と比較するんですか？ドライブリッドのドライバー構成だとチョイスが難しそうですけど。そうなんだよ。だからドライバー構成はあまり考えずシンプルに聴き比べてみたいモデルを選んでみた。セイオーディオハイプ2とキウイイヤーズクインテッドね。詳細はサウンドチェックの後にね。はい、そうしましょう。音調整の基準はオーロラ。イヤーチップは同3歳バランスタイプ。ケーブルはオーロラのバンドルケーブルでバランス接続での収録です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Drawn like a magnet toward you, and my heart beats red for your eyes blue. We intertwine through starry nights unending. I love to watch you shine. Oh, you pull me back, gravity into your light again, and I'm losing track. Every moment fades in the
はい、サウンドチェックでした。3万以上の価格帯のモデルでの聞き比べですから、能力云々より好みの違いになってくると思いますが、その中でオーロラの低域がはっきりしていたと思います。あと、ボーカルね。明らかに他にモデルと違う、この帯域のカーブね。まあ今の2つのポイントが一番耳に飛び込んできたよね。ハイプ2とクインテッドはどちらも好きなモデルだけど、収録音だと違いが分かりづらかったかもね。オーロラのレビューなんで細かくは触れないけど、どちらもいいモデルで過去にレビューしているので、気になったら過去動画も見てみてください。オーロラのシングル波形を見てみると、普段見ている波形と結構違いますよね。そう、2キロ手前に最初にピークがあって、そこから先細かい山谷があるタイプってあまり見たことないね。超広域もあまり落ちずに出せている。ここは 6mm プレイナードライバーの仕事だよね。広域にすごく余裕のある空間を感じるんだわ。低域のレベル自体は突出していないのに、キックのアタック感、気持ちよかったよね。もちろんベースも。そうだね、これはいいわ。低域専用にチューニングされた 12mm のダイナミックドライバーの仕事だよね。低域から低中域にかけても厚みあるから、フロアタムもいいなりしてる。リズムセクション、バッチリだね。残る帯域は BA のお仕事になりますね。全体のバランスから見ると、ここの2つのピーク、収録音の他モデルとの比較では、はっきり差分として認識できました。実機では嫌味な感じはせず、自然に聞けました。そのあたりの調整が抜群なんだろうね。オーロラの実機を最初に聞いたとき、すごく普通っぽく感じたんだよ。このクラスのモデルになると、バランスは良くて当たり前なんだろうね。ボーカルはかなり気持ちよく聞けるし、刺さる感じもない。この帯域の出方からもそれはわかる。そうですよね。各帯域以外の特徴で気づいたことはありますか？絶妙な分離感があるんだけど、バラバラになるわけじゃなくて程よい感じ。その境界から奥行きを感じるし、バックやサイドにいる音の存在がすごくはっきり聞き取れる。でいい感いいわ。こういうとこにこだわりを持って作られた結果が出るんだろうね。ってことは、微妙な点はないの？まあこの帯域を中核とした広域系の音作りが苦手な人にはあまりおすすめできないかも。あとやっぱり価格だよね。オーロラにどこまで価値を感じるかは人それぞれだけどね。でもこの1年ぐらいで聞いた中ではやっぱりトップクラスにいいのは間違いない。そうですよね。レビューが始まった時より買いたい気持ちが膨らんでしまいました。愛ちゃんもだいぶイヤホン持ってるからじっくり検討すればいいと思うよ。ということで 7Hz のドライブリッドモデルオーロラのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。